こんにちは。今回は花の編み方を紹介します。編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目からです。鎖編み5目を編んで引き抜き輪を作ります。この輪の中に1段目の中長編みを10回編みます。最初に鎖編み1目を編んでから輪の中に中長編みを10回編んで、最後は最初の中長編みに引き抜き編みをして1段目が終わります。今回使う糸は少し太めな極太のコットンの糸を6号のかぎ針で編みます。鎖編みを5目編みます。針を後ろから入れてぐるっとひねり、この輪の中に糸を引き出して絞ります。ここから鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5、5目の鎖編みを編んで輪にします。最初に編んだ鎖編みの上1本を拾って引き抜き編みをします。引き抜いて鎖編み5目の輪の作り目ができました。糸を少し引き締めてこの輪の中に1段目を編みます。糸端を編み込みながら1段目を編みます。1段目の最初は鎖編みを1目だけ編みます。鎖編み1目を編んで、次は輪の中に中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて長めに引き出してください。長めに引き出して針にかかっている3本の糸を一度に引き抜いて中長編みを編みました。次も中長編みですが、最初の中長編みにマーカーをつけておきます。中長編みの頭はここです。ここにマーカーをつけておくと、1段目の最後に引き抜くときにこのマーカーのところに引き抜きますので分かりやすいと思います。糸端を編み込みながら次も中長編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて長めに引き出して糸をかけて針にかかっているすべての糸を引き抜いて中長編みを編みました。これで中長編みが2目です。もう一回中長編みです。中長編みは全部で10目編みます。このように1段目のところに中長編みを編んでいきます。あと7回中長編みを編みます。中長編みをここまで編んできました。次も中長編みを編みます。中長編みを全部で10個編み、最初の中長編みのところに引き抜き編みをします。最初の中長編みの頭の上の2本の糸に針を入れます。ここが最初に編んだ鎖編みです。次にあるのが最初の中長編みの頭です。頭2本に針を入れてここに引き抜き編みをします。糸を絞ってください。これで1段目ができました。次は2段目を編みます。次の2段目は花びらを編みます。引き抜いたところから鎖編み1目を編んで中長編みの頭に細編みを編みます。
鎖編みを1目編んでから次の中長編みの頭に長編みを5回編み、鎖編み1目を編んで次の中長編みのところに細編みです。中長編みのところに花びらを編んでいきます。次の花びらは細編みのところから鎖編み1目、そして次の中長編みに長編みを5回編み、鎖編み1目を編んだら次の中長編みに細編みです。この編み方で5枚の花びらを作ります。ここから2段目です。2段目は花びらを編みます。今引き抜いたこのところから鎖編み1目を編んで、引き抜いたこの同じ目に細編みを編みます。針を入れて糸を引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みを1目編みました。次は隣の中長編みのところに花びらを編んでいきますが、ここで鎖編み1目を編んでから隣の中長編みの頭に長編みを5回編みます。糸をかけて隣の中長編みの頭2本を拾って糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。この長編みを同じところにあと4回編みます。長編みを編んだ同じところに長編みを4目編み入れます。全部で5目の長編みを編みます。同じところに長編みを編みます。これで3目の長編みができました。あと2回同じところに長編みを編みます。もう1回長編みです。5目の長編みができました。ここから鎖編み1目を編んで、次は細編みです。次の中長編みの頭2本を拾って、ここに細編みを1目編みます。これが1枚の花びらの編み方です。細編み、鎖編み1目、長編みを5目編み、鎖編み1目を編んでから次の中長編みのところに細編みを編みました。次はここから2枚目の花びらに行きます。細編みから鎖編み1目を編み、次の中長編みのところに長編みを5目編みます。1、2、3、4、5、5目の長編みを編みました。鎖編み1目を編んでから隣の中長編みの頭に細編みを編みます。これで花びらが2枚できました。あと3回花びらを編みます。花びらを4枚編んで最後のところです。
細編みを編んだところから鎖編み1目を編み、次の中長編みに長編み5目を編み入れます。もう一回長編みです。長編み5目を編み、次に鎖編み1目を編んでから、最後は最初に編んだ細編みの頭のところに引き抜きます。ここが最初の細編みの頭です。ここに引き抜き編みをして、これでモチーフが完成です。今回はここで糸を引き抜いてとじ針で糸始末をします。ある程度の長さをとって糸を切り、とじ針に糸を通して、次は今引き抜いたところに針を入れます。ここが最初の細編みの頭を引き抜いたところです。この引き抜いた細編みのところに針を入れ、針を後ろに出します。あとは後ろの目立たないところを通していきます。表からはこれで目立たなくなります。後ろのすぐ近くに1回針を入れて、次は長編みの足のところを通すと目立ちませんから、長編みの足の部分に針を入れていきます。このぐらい通せば大丈夫です。形を整えてください。この糸は編み込んできましたから、このまま切ってしまっても大丈夫です。糸を切って、これで完成しました。あとは形を整えてあげてください。編んだままよりも少し形をこのように整えてあげると形がきれいになります。かぎ針編みの簡単な花の編み方を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。